こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、歴代最強のスウェーデン人 F1 ドライバー、ロニー・ピーターソンの生涯と、最後のレースとなった1978年イタリアグランプリの大事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ロニー・ピーターソンって時々聞く名前ね。他のドライバーの解説動画とかで、1970年代はまだ安全軽視の時代でトラブルが多かった。ロニーは9年間も F1 で走ってたからそれなりにいろんなクラッシュに巻き込まれてるな。この動画では逆にロニー以外、有名選手の名前を多数聞くことになるぜ。じゃあ解説に入っていこう。頼むわね。ロニー・ピーターソンが生まれたのは1944年2月。両親は代々続くパン屋だったが父はパン屋よりも趣味のレースに夢中だった。2年後、弟のトミーが誕生。父は親友とマシンを作ってレースに出てばかりだった。これは9歳のロニーたち兄弟に与えた 50cc の自作マシンだ。パパの子育てが特殊すぎる。そんな父にロニーは影響されていく。これは10歳の時の写真。ロニーは学校が終わると祖父の農場へ行き、よくトラクターを乗り回していた。ロニー12歳。地元のサーキットで2000人の観衆を前に 118cc のカートを走らせた。これが観客の前での初走行だったかもしれない。1960年、ロニーは15歳になり地元の学校を卒業。ルノーのディーラーに就職し、整備士になった。ロニーはここで5年ほど働くことになる。1961年秋、スウェーデンに国内初の常設カート場が完成。モータースポーツ文化の乏しいスウェーデンでレースの活気が少しずつ出てくる。ロニーは新設サーキットを含むいくつかのコースを回ってカートのレースに明け暮れた。初期に使っていたのは 200cc の自作カートだ。そして父のレース仲間に頼み込んで協力して作り上げたマシンだ。頼むっていうか喜んで作ってるでしょ。お父さんたち、普通はレースなんてやめとけって言ってくるのが大抵の身内のパターンなのに、心強いわね。1962年はスウェーデン国内のカート選手権でクラス D というカテゴリーで走る。ロニーは総合2位の成績を残した。翌1963年もクラス D にリベンジしチャンピオンダッシュ。さらに1964年は最上位クラスでチャンピオンを獲得した。この時ロニーは20歳だ。もうカートの世界ではスウェーデンで一番になったのね。そしてロニーはスウェーデンにとどまらず、世界へ。1965年、カートのヨーロッパ選手権で3位。世界選手権では14位だった。翌1966年はいよいよスウェーデンのフォーミュラ3に挑戦。ここで結果を出せば F2、そして F1 が待っている。最初の方はやはり父とそのレース仲間が自作した F3 マシンで走っていた。表彰台に乗るなど検討したようだ。F3 ってもう本格的なフォーミュラマシンよね。自作するなんて趣味の域超えてるでしょパパ。F3 の参戦を続けて1968年、ロニー24歳。とうとうスウェーデン F3 のチャンピオンに輝いた。マシンはさすがにブラバムの正規品だった。さすがに自作マシンでは厳しかったのね。この1968年、ロニーはスウェーデン F3 だけではなく国外の F3 にも遠征。結局 F3 だけで26レース走って12勝を挙げた。1969年、スウェーデン F3 で2年連続チャンピオン。この年は31レースに出て16勝。F3 では無敵の強さだった。もう F3 は卒業ね。次は上位クラスで走る姿が見たいわ。そして1970年、とうとう F1 デビュー。F2 飛ばしちゃった。すごい。実は1969年の F3 はその年設立されたばかりのマーチエンジニアリングのマシンで走ってたんだ。で、マーチが F1 に挑戦するからドライバーのロニーもそのまま挑戦できることになった。つまりこの1970年はマシン、チーム、ドライバー、すべてが F1 デビューイヤーだった。デビューレースのモナコグランプリで7位に入ったのはさすがだが、ロニーはこの年ノーポイントで終わった。モナコで7位はすごいわよ。翌1971年は全ての戦闘力がアップした。ロニーは F1 の2年目でコースやマシンに慣れてきたしマシンも前年の走行データを活かして改良されている。そしてチームは、前年と違ってロニーにはマーチのワークスチームが用意された。最強の布陣ね。ロニーは1971年、最高2位。5度も表彰台に上り、なんと総合2位の成績を残す。総合2位、惜しい。でも F1 デビュー2年目でチャンピオン争いまで行くなんて、ロニーさんすごすぎるわ。しかも F1 と並行して出場していたヨーロッパ F2 の方は優勝4回でチャンピオンを獲得している。この1971年は最高の年になった。またこの年のチームメイトは F1 デビューイヤーのニキ・ラウダだ。この頃はまだ生意気な若者でしかなかった。
すごい人物とチームメイトだったのね。すぐに大化けするわね。この頃はロニーの方が圧倒的に高い評価だった。ロニーのドリフト気味にコーナーを切り裂く鋭い走りは誰も真似できず、ロニーは1970年代最強との声も多い。しかし翌1972年、表彰台には一度登っただけだ。優勝争いに絡むことは多かったが結果がついていかない。総合9位だった。1973年、ロータスへ移籍。この頃の F1 はタバコメーカーが押し寄せ、タバコ一色だ。特にロータスは羽振りが良く待遇が良かった。この移籍は正解だった。なんとロニーは1973年、フランスグランプリで自身初となる優勝を飾った。年間4勝を挙げ総合3位でシーズンを終えた。一気に4勝もできるなんて、でも総合3位ってわからないわね。優勝できなかった2年前は総合2位まで食い込んだのに。この1973年は母国、スウェーデングランプリが初開催された年でもある。開催に至ったのはもちろんロニーの活躍の結果だ。スウェーデン出身の F1 ドライバーは少ない。ロニーはもう母国ではヒーロー扱いだったんだ。このスウェーデングランプリ、なんとロニーは予選トップ。決勝は惜しくも2位だった。優勝は逃したけど初開催の母国グランプリでポールポジションからの2位はすごいわ。素晴らしい活躍だったわね。また、この1973年は前年デビューしたジョディ・シェクターがいよいよ暴れ始めた年でもある。1973年イギリスグランプリ、ロニーはポールポジションだったためなんとか巻き込まれずに済んだが、決勝レース1周目の最終コーナーでシェクターが大スピン。20台を巻き込む大事故となり、それでも反省しないシェクターに対して近寄ろうとするマシンはもういなくなった。別の動画で詳しく解説してるから参考にしてほしいぜ。そしてシーズンオフ。ここでロータスは新車開発に失敗。新車のロータス76があまりに不出来で、翌1974年は旧型のロータス72で走った。それでもロニーは3勝を挙げ、総合5位だった。1年の振りは大きい。シーズンオフが勝負だ。いいマシンができないといよいよ戦えない。ところが1975年、ロータスは新車を完成できなかった。ロニーは2年落ちのマシンで戦い、もう優勝できなかった。総合13位。6年目にしてはアストの順位で終わった。しかもチャンピオンはかつてマーチで2年間一緒だった、ニキラウダ。フェラーリへの移籍が好判断だった。完全に追い越されてしまい悔しい年になった。この1975年で唯一良かったことは結婚だな。ロニー31歳。この年結婚し、半年後には長女が生まれている。ロータスさん次の年、1976年こそは最高の新車を頼みます。ロータスはいよいよ新車、ロータス77を完成させた。その出来は、ダメでした。またですか？ロニーはもう我慢できなかった。開幕戦を終えると、契約破棄上等で古巣のマーチに移籍。マーチでは1勝をもぎ取ることができ、総合11位だった。やっとね、2年ぶりの優勝ね。シーズン中に移籍を受けてくれたのがマーチだっただけでロニーはマーチに長居するつもりはなかった。1977年、ロニーはティレルに移籍した。前年にデビューしたティレルの6輪車、P34 は好調でこれならやれると思ったんだ。しかし6輪車はタイヤ開発に問題を抱えていた。こんな小径タイヤを使っているチームは他になく、タイヤメーカーが懸命に改良しても買うのはティレルだけ。タイヤメーカーは P34 用のタイヤ改良を後回しにした。するとだんだんとライバル車と性能差がついていく。移籍した1977年はそれがいよいよ現れてきた年だった。マシンの巡り合わせで損ばっかりしてるわねロニー。この年は全く優勝できず、散々だった。しかも最終戦はなんと日本。富士スピードウェイだった。日本グランプリの開催はこの年で2年目。ここでロニーはとんでもない事故に巻き込まれたんだ。欠場したラウダの代わりにフェラーリで走ったのは新人、ジル・ビルヌーブ。決勝レースの6周目で第1コーナーイン側に無理やり突っ込んできて、ロニーの6輪車と接触してしまった。ジルの方のマシンは側転しながら跳ね飛ばされ、観戦禁止エリアに入ってきた観客、それを制止する警備員の2名が亡くなる大事故になってしまったんだ。この事故が原因で日本グランプリは10年間も開催が見送られることになる。詳しくは別の動画を見てほしいぜ。その動画内の CG とさっき流れた CG、だいぶクオリティに差があるわね。昔のやつを今見ると結構きついものがあるぜ。なおこの1977年、ニキラウダはフェラーリで2度目のチャンピオンを獲得。いいチームに移り、そこに長くいるのが勝つコツだった。一方ロニー、総合順位は生涯最悪の14位だった。これは辛いわね。1978年、これがロニーにとって最後の年だ。ロニーは3年ぶりにロータスに帰ってきた。相棒はマリオ・アンドレッティだ。
ロニーが抜けた時もマリオはずっとロータスを抜けずに支えていた。ロータスはこの年、徹底したナンバーワン体制を敷いた。すなわちナンバーワンドライバーはマリオでナンバーツードライバーがロニーだ。ロニーは基本的にマリオを勝たせるために徹底的にサポートに回らされる。そんなのロニーは納得できるの？ 2 年前に突如契約破棄して出て行ったロニー。ロニーがロータスに戻るための条件がナンバーワンドライバー体制の遵守だったと言われているな。それにロニーがいない間、マリオはロータスの不出来なマシンを徹底的に磨き上げた。この年は最高のマシンに仕上がっていたんだ。自分がいない間に最高のマシンを作り上げてくれたマリオに対して、ロニーは尊敬の念を持っていたとも言われているな。一方でグッドイヤータイヤやフォードエンジンなど、ロータスの大スポンサーはアメリカ系企業だ。アメリカ人のマリオを勝たせろというスポンサーの声に逆らえずしぶしぶナンバー2ドライバーを了承したという説もあるな。1978年は全16戦。ロータスのマシンは圧倒的だった。13戦が終わって、マリオ6勝、ロニー2勝だ。ロニーもいい感じで優勝してるわね。ああ。マリオがリタイアして勝てない場面でロニーも優勝を拾った。他にも勝てる場面はあったがロニーはちゃんとマリオに譲って走った。あと3戦、このままいけばロータスは見事なワンツーフィニッシュだ。こうして第14戦イタリアグランプリを迎える。ドキドキ。ロニーはこのイタリアグランプリには自信があった。場所はモンツァサーキット。なんと自身、3回も優勝しているコースだ。かつては超高速のオーバルコースだったところね。ああ。昔はこの超危険なオーバルコースも含まれていたが今は完全に使われていない。だがコーナーは少なく、高速サーキットであることに変わりはない。あれね。1961年の大事故が最後ね。オーバルコースが使われたの。1978年9月8日、9日の金動画予選。トップタイムを叩き出したのはマリオ・アンドレッティ。ロニーはブレーキにトラブルがあり5番手だった。そしてまず問題の一つが9月10日、日曜日。決勝レース日の朝に起こった。朝のウォームアップセッション。ロニーのマシンのブレーキが突如効かなくなり、時速150キロでコースアウト。多重に張られたフェンスを数枚突き破って停止。新車のロータス79は破壊され、ロニーも足を負傷した。決勝レースの日に、とんでもないことになったわね。だがロニーも F1 ドライバー。もちろん出走の意向だ。ここでマシンの調達に問題があった。ロータス79は4台生産されていた。1台はマリオが先日のオーストリアグランプリで壊している。そして今ロニーの1台がクラッシュしてしまった。1台は当然マリオが今乗っている。じゃあ最後の1台が余ってるわよ。これはマリオ用にセッティングされていたこともあり、チームが提供を渋ったんだ。ロニーは旧型のロータス78で決勝を走ることになった。こういう時々現れる待遇差がきついわね。セカンドドライバーって。そして午後3時30分、決勝レースが始まる。ここで大きな、取り返しのつかないミスが起こった。まず1周、フォーメーションラップを走る。ちょっと早送り。もうレースはスタートしてるの？いや、この後予選で決まったスタート位置に並んで、それからスタートシグナル点灯でスタートになる。隊列がホームストレートに戻ってきた。前台、スタート位置を超えず、ピタリと静止したのが確認されてからスタートになる。はずだった。ここで競技長だった61歳のジャンニ・レステッピは後方のマシンがまだ静止していないにもかかわらず、スタートシグナルを点灯させてしまう。当然、完全停止した前方のマシンは不利だ。すでに速度が乗っている後方のマシンがぐんぐん追いつき、集団は団子状態になってしまった。スタート直後はまだいい。コース幅が広い。だが第1コーナー手前でコース幅が狭くなり何台も並走できなくなる。リカルド・パトレーゼ。コースの端にいる。この先、パトレーゼのいる右側のフェンスが狭くなっている。パトレーゼは微妙な位置だ。隣はジェームス・ハント。抜いてから合流するか、後ろで合流するか。ロニーはどこを走ってるの？その隣だ。スタートでミスしてグループ中段にいた。ハントたちにも抜かれそうだ。パトレーゼは無理に合流した、ようだ。ハントに接触。そして、ロニー、フェンスに衝突。発火。申し訳ない。前台を描写できてないんだが、10台ものマシンがこの事故で巻き込まれてしまった。10台、大変な事故になったのね。当時は開催国の代表がスターターをやっていた。つまり年に1回スターターを務めるだけ。ジャンニ・レステッピもスタートは不慣れだった。下手したらレースを決める、大事な仕事なのに、毎レース、同じ人がやってるわけじゃないのね。なおパトレーゼの追い越しミスについては隣のジェームス・ハントの証言を元に再現している。後からちょっと補足があることを念頭に置いてほしい。わかったわ。それにしてもすごい炎ね。大丈夫だったのかしら。スタート直後で燃料満タンだったからな。
炎はどんどん高く上がった。マシンがロータス79なら後方タンクだから発火しなかったかもしれない。ロータス78には前方にも燃料タンクがあり、事故の衝撃で発火してしまったんだ。ロータスが惜しみなく新車をロニーに提供してれば、こんな大火災にならなかった可能性があるのね。真っ先に駆けつけたのはジェームス・ハントとクレイ・レガツォーに。係員と一緒に、燃え盛るマシンからロニーを救出した。ロニーさん、大丈夫なのかしら。ロニーは意識があり、会話することができた。しかし激しい痛みに耐えてうめき声を上げている。一刻も早く治療が必要なことは明らかだ。ロニーは全身打撲の上、何箇所も骨折していたんだ。マシンが前方からクラッシュした時に足を挟まれており足の複雑骨折は特にひどかった。ロニーはモンツァの医療センターで応急処置を受けた後、医療ヘリでミラノのニグアルダ病院に搬送された。ロニーの骨折は緊急手術が必要だったが、足を切るか、切らずに繋ぐか、より大きい病院に搬送し直すか、非常に決断が難しい状況だったようだ。決断したのはロニーだったようだ。またコースを走れるようになりたい。繋いでほしい。今すぐ手術をと医師に伝えたようだ。夜11時に病院の医師が記者会見。2時間半にわたる接合整形手術は成功。また歩けるようになる可能性もあることを発表した。ところが、夜間に容体が急変する。骨折箇所の骨髄の脂肪が血管を通って全身に流れてしまい、全身の臓器が塞栓症を起こしているというんだ。まず肺が詰まり、人工呼吸器が取り付けられた。やがて腎臓の機能低下も見られるようになり、最後は脳だ。血液が循環せず脳がダメージを受けた。必死の治療も虚しく、ロニーは亡くなった。9月11日、午前9時過ぎ。34歳だった。事故で生還したのに、その後の治療で亡くなってしまうなんて。医師は特に手術ミスには問われていない。当時の医療技術の限界だったし、塞栓を起こしたことは本当に不運だったんだ。秘宝が流れると、母国では一部の学校が休校になった。なおスウェーデングランプリもこの年限りで開催が中止されてしまった。そういや事故のあったイタリアグランプリはどうなったの？レース中止？当日、午後6時頃に再開となった。優勝はニキ・ラウダだ。ロニーのチームメイト、マリオ・アンドレッティは6位。当時、ロニーはまだ手術中よね。命が助かるか足がどうなるかもわからない状況じゃマリオも力は出ないわよね、やっぱり。いや、マリオはロニーを励ますため懸命に走ったんだ。そしてトップでゴールしたんだが、スタートミスでペナルティを受けての6位だった。結果的にポイントランキング2番手のロニーがなくなり、マリオ・アンドレッティのチャンピオンが確定した。自身、初となる快挙だ。マリオは、タイトルはすごく欲しかったが、こんな形で勝ちたくはなかったとコメントしている。また、イタリアグランプリが終わって残り2戦。後続選手はロニーのポイントに追いつけずロニーは1978年シーズンを自身最高の総合2位で終えた。今季、ロータスの2人は本当に圧倒的だったのね。悲しい事故さえなければ最高の年だったわね。なお、事故の原因を作ったとしてスターターのジャンニ・レステッリとドライバーのリカルド・パトレーゼが容疑者として書類送検された。二人は後に無罪放免されたが、F1 安全委員会は独自にパトレーゼに対して、次戦アメリカグランプリ出場停止の決定を下した。パトレーゼ選手の無理な幅寄せが原因って判断されたのね。確かに許せるものじゃないわね。ああ。これは新聞に掲載された内容だ。パトレーゼがハントにぶつかって、次にハントがロニーにぶつかって、ロニーのマシンは体勢を崩した。パトレーゼのすぐ横で走っていたジェームス・ハント。事故後あらゆるメディアで徹底的にパトレーゼを叩いた。ジェームス・ハントは被害者であり、ヒーローだった。ロニーの救出で勇敢な行動を見せたとしてスウェーデン自動車クラブからゴールデンシェル賞まで受賞した。ところが、観客から次々寄せられる写真で状況は一変する。パトレーゼ、ハントと当たってない。そんなことって？パトレーゼはマシン1台分の余裕を持ってハントの前に車線変更していた。それに驚いて大げさに避けたハントが、どちらかというと事故の原因だった。だが判明した時にはアメリカグランプリも終わっていたし特に裁定が変わることはなかった。なおハントとパトレーゼの仲違いは決定的で、関係修復されなかった。ハントさん、なぜそんなとんでもない嘘を、もうハントさんが亡くなってしまって真相はわからないままね。以上、今回は1970年代最強ドライバーの一人ロニー・ピーターソンの反省と、1978年イタリアグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。